お金が好きな方、あるいはお金の使い方に迷ってる方だね。トップはね、キングのペンタクルが来てる。お金が一番って方かもしれない。この大きなトライアングルの体の位置ではあなたが縛られるよと。この方の術中にはまったままになるよっていうのが出てる。この方にぞっこんかもしれないね。とてもね、優しい気持ちがある方って出てるよ。他の人だと理解してもらえないあなたのハートの深いところを理解できる人でもある。無一文から成り上がる人かな。ひょっとすればあなたを犠牲にする形で、人財産築く方かもしれない。このね、だけどワンドの9がなんか結構強く訴えかけてくる。すべてにおいて無理をしている人、あなたもこの方を貴公子へと染め上げることに無理をしすぎた。例えばホストみたいな人かもしれないね。この方があなたをね、存在していない世界へ導く時間っていうのは陽炎のように淡い。この方があなたとどうなりたいのか。ずっと自分を崇め褒めたたえてほしい。強力なコンプレックスに強固に裏打ちされたプライド。この現象界、まばゆいほどの構築を見せるんだけど、そのまばゆさの中にね、切なさがある人。あなたはね、その切なさを見つけ出せる人。そのくせその切なさを、その切なさこそ永遠と錯覚してしまうんじゃないかな。愛にしか期待できないもの、唯一のものは永遠。
でも裏切られっぱなしだから怖い。なぜ裏切られるのか。それはね、愛の乱反射の一粒の嘘を解明しようと躍起になっているからだよ。そう、躍起になっているうちは恋に落ちていられるんだよ。でもね、その嘘は破られない。あなたが愛したこの方の美徳のように破ることができない。永遠を求められるその嘘を悟ったとき、あなたはこの方に別れを告げるかもしれないね。それはこの呪縛をね、破るとき、呪縛のチェーンを引きちぎるときだと思う。このお金のカードがね、結構さまざまな場面を見せてる。やっぱり行き詰まっちゃうとか、本質を見失ってるとかね。対照的なのが来たな。こっちはね、切羽詰まってるこの方、もう追い込まれてるこの方っていうのをあなたがやっぱりね、無視できない。あなたが守ってあげる、抑制してあげる。なんか無茶するこの方を抑制するとか、そんな感じかもしれないね。大きな愛と結構冷静にこの方を包み込む、咎める。だけどね、この方の方が上手かもしれないよ。あなたのそういう気持ちをうまくコントロールしてるかもしれない。あなたのこともやっぱり好きだと思うよ。深いところでつながってるっていうのは出てるから。だけど一番はやっぱりお金なんじゃないかな。この方がキングでね、いるために、その土台となってるさ、この2つのカード、あなたは囚われてる。この方は楽天家のようにね、本当は何一つ持ってない人。中心のね、下にあるこのカップの6はちょっとメルヘンチックに感じるよね。それでもやっぱりこういう気持ちがあるのかな、お二方の間には。でね、やっぱ気になるのこっちだよ。パラノイアが来ちゃったぜ。テンペランスにかかってるけど、どうだろうね。あなたがそのね、こうパラノイアになっちゃう、それをちゃんとしっかり調整しろっていうよりは、この方があなたをね、熱狂的な状態にキープするために調整をかけてる、そんな風に読めちゃうけどな。体の位置にやっぱりね、この囚われ続けるよっていうのが出てるからね。この方の魅力にはまっちゃって、もう応援せずにはいられない。あなたもこの方のそばに自分の居場所を見つけてる。決して幸せじゃないと思うよ。幸せじゃないんだけど、一つの居場所、居心地を感じてる。あなたが遠い昔にね、失ってしまったハートの居所かもしれないよね。現在のあなたの居所ではない。あなたが遠い昔に失ったハートの居所をここにしか見出せないのかもしれない。そのハートを満たし続けると、
あなたがちょっとね毛羽立っちゃうかもしれないよ。私はどうせ騙されてたんだわって、私はどうせピエロよって、なんかそれをなんかもう逆手にとってね、ちょっといけないエネジーをバーって放出し始めてしまうかもしれない。だけどこの方はまあそうならないようにあなたをねうまくテンペランス調整をかけてるのかもしれないしね。だからね、やっぱりねこの方はあなたとどうなりたいのか、俺をキングとして崇め続けてくれって、今の状態、今の状態であり続けたいんじゃないかな。ただとっても不安定な状態だよね。大アルカナムーン、おぼろおぼろな感じだね。どうかな、なんかこのカードのね絵柄だとね、彼言ってるよ。俺と踊り続けようぜって、いいじゃないかって、オフビートに踊り続けていいじゃないかって、永遠に続くよこの嘘はね。だけどまあ不安そのものだよね。だけどまあこの世界に痛がっている、居座りたがってるね、お相手さんは。だけどね、この方との関係を続けるとあなたがやばい、あなたがやっぱり壊れちゃうと思う。真ん中のさこのカードはね、どうやらお金の使い方に困ってるようなんだよね。ひょっとすれば借金をしてるのかもしれないしね。あなたから借金をしてて、借金どうやって返そうかなとかね、そっちかもしれないよね。お金が有り余ってるっていうよりは、あなたから借りたお金をどうやって返そうかななんて考えてるのかもしれないね。それこそあなたに現実に変えられたら困るからね、夢見させておかないといけないって。だからこの彼がね居座ってるこの王座っていうのはね、とても危ういよね。あなたの前の彼氏を気にしすぎてる。あるいはあなたの前のこの方と知り合う前のあなたの姿というものを知らなさすぎる。現実にあなたは前の、タワーでよっぽどね人生の大転機ってことで終わったはずなんだよね。次の人生に向かったはずなんだけど、どこかでやっぱ囚われてるのかもしれない。この方は、あなたに猛烈
アピールというか、アタックして、いいカード来てるんだよ、好転するよと。この5のね、山ではページの想図、まだちょっとあなたから見れば物足りない方かもしれないよ。だけどエースの想図でさ、もう大勝利あげるぞとね、いいカードだけどさ、一方この大の山ではちょっと迷ってるんだよね。あれって俺の君に対する愛の表現本当に届いてるのかなって。で体の位置ではなんかチーン、なんか一旦休憩みたいなカードになっちゃってんだよね。あなたからするとちょっと面白くない方かもしれない。心機一転新たな恋に向かいたいという意識はある。ただ実際にこの方とね、お付き合いしてみるとちょっと物足りないような方かもしれないね。現世執着が強い。あなたとのこの世の幸せを求めている。現世のみの。だからあなたに来世を予感させない人。死後のメソッドを持たない人。体感としての宇宙をまだ知らない人。宇宙なんてものはね、図書館の図鑑で見るもんだって。子供の頃に図鑑で見たぐらいの感じかもしれない。唯物主義者だからある意味真面目なんだよね、すごくね。本当にあなたと幸せになれればいい。独り占めしたいっていう、ね、強い意識、男の野望はね持ってるけど、ある意味まともっちゃまともなのかもしれないね。とても普通の感覚、一般的な感覚だから、霊的世界からのさ、ものの言い方すると今世の幸せという甘い毒の優しきジャンキーといったとこかな。あなたを愛してる。だけどあなたを来世と導くことができない。子供がいればね、意識としては随分と楽になる。この現世だけに集中することができる。あなたを感じるのはね、このタワーもそうなんだけど、やっぱりこの一枚ソードの8に集約されてるかな。でっかいイベント、負のイベントがあった。それはその負のイベントがあるから次に進める、いいカードでもあるんだよ。だけどなんかやっぱり引っかかってんだろうね。あなたのこのミステリーをさ、この方はちょっと解読できずにいるかもしれないね。これはどうだろうね。許してくれって言ってるよ。俺が悪かったよって。俺を自由にしてくれって。あるいはまた神聖な世界への復帰という意味もあるよね。神聖な世界へと俺を導いてほしい。死後のメソッドを持たない人なんて言っちゃったけど結構なんか信心深さもあるのかもしれない。だけどね、あなたの破局を、前の男とのあなたの破局を内心喜んでしまった。それはしょうがないけどね。そうすることで自分にチャンスが回ってきて喜んでしまうのはしょうがないかもしれないけど、なんかそういうのがあったかもしれないね。もうちょっと言えばこのエースの想像で
あなたのその前持ってた関係っていうのが破綻するように何か工作したかもしれないよね。あるいはそのような、ね、なんか匂いを感じさせる人、あなたがなんとなく感じてしまう、私が感じたその苦しみっていうもの、悲しみっていうものをね、理解してないどころかちょっと喜んでる人なんじゃないのっていう。だからもうパンツ一丁で吊るし上がっちゃうわけでね。ただなんかよく見るとあんまり反省してない俺は本当に悪かったんだろうかって。あなたが前の恋に破局したから俺にチャンスが回ってきた。そこで喜びを感じてしまうのは悪いことではないだろう。ちょっと上の空な感じもするよね。で、かたやこっちのカードはね、とても良いカードだよ。笑顔、幸せ、明るさ。うん。なんかこの方の様をちょっとファニーに思ってるかもしれないよね。うん、可愛い人だわって。そういう形のなんか興味は持ててるのかもしれない。あるいはこの方の持ってる、まあ経済力だよね。それもちょっと魅力かもしれないよね。ちなみにトップは天のペンタクル来てるからね。だけど、これだけ財力があってだよ。だけど最後、チーンだからね。また何をこの打ちひしがれたのか、ちょっと本当一旦休憩の状態に入る。うん。だからあなたのね、前の恋がやっぱり大きすぎたんじゃない？本当ね、名五体のさ、三世の巡りを感じさせるような衝撃的な恋。で、今世でそれがね、ご破産になったと。ドーンと。これでカルマも解消したかもしれない。だからその恋とどうしても比べちゃうんじゃないの？だからなかなかこの人はそういう恋は分かんない人かもしれない。ずっと分かんないわけじゃない。いつかは分かる。時が来るかもしれない。分からぬままに今世を終えるかもしれない。ずっとなんか学生時代さ、教室の後ろでプロレスごっこやってたような感覚でね、ウェーイって、そういう感じでね、今世終えちゃうかもしれないけど。だけどまだ分かんない。ただ今はまだ、おぼこいんじゃないかな。この方はね、この方の愛は、あなたに対する愛は、あなたの霊的直感を麻痺させるね。あなたはこの方との幸せに埋没すると、時間の感覚が麻痺するかもしれない。あなたが今まで感じてたこの恋の時だね。前回の恋の時に感じた時間感覚っていうものが麻痺する。だから今世の、時間の中に埋もれていくよと。方向感覚を失うようなめまいに襲われる。この方にとても縛られるっていうような感覚に陥るかもしれない。幸せだけど幸せなはずなのに不安を感じる。幸せなんだけど不満を感じる。なんていうかな、あなたが限界を感じてね、別のものを求める気持ちがこの方は分からないんじゃないかな。とってもその現世的、物質執着、本当なんかあなたと今世幸せだったらいいんだよ。それで何がいけないんだいって。来世なんか必要ないんだって。俺はね、我々人間の正体が霊体だなんて信じないぞって。ただ物質的存在なんだって。こんな
こんな彼にさ、あなたがね惹かれ始めると、結構変わってくんじゃないかな。ここで感じた感覚っていうのを忘れさせてくれる、麻痺させてくれる人になりうる。とにかくあなたを求めてる。あなたの子供が欲しいだろうね。子孫がこの現世にとても執着してる。おー、けどいいね、運命の輪。しかもワンドの8が下に来てるからね、ちょっといろいろ言っちゃったけどね、このページの想像の方は頑張るかもしれないよ。あなたとの関係性ぐーんとね好転していく。ここでちょっと一旦こうお休みが来るかもしれないけど、あなたが優しく見守ってあげると、回っていくよって。ださっき私カルマ解消したって言ったけど、本当にこのコンテにおけるね、あなたの課題、もしくは前章から引っ張ってきた課題っていうのはもう終えたのかもしれないよね。あなたがその霊的感覚が高い方だったら、最初はちょっとね抵抗があるかもしれないけど、この現世に意識をね、その照準を合わせてもいいかもしれないね。それで何か展開していくものがあるかもしれない。それだったら喜ぶと思うよ、このお相手さんは。パンツ一丁になった甲斐がある。一度は改心したんじゃないかな。業の山対、カップの点、とってもいいんだよね。でタイの山はトップが3が来てる。お子さんだよね。あるいは子供のようなね、無邪気なくらい、屈託のないこう幸せ、喜び。ちょっとこれが真ん中のフールとねこう共振してちょっと怖い気もするんだけど、最終的にはこの強行に落ち着く。これはどういう意味なのかな。いろいろ反省するのかもしれないね。とにかくね、真ん中とトップがあんまり良くないね。だから一旦は落ち着いて、あなたの望む通りの立ち回りをされる。だけどもまた元に戻っちゃうんじゃないかな。やっぱり俺自由がいいや、バカに戻る。何もかも捨てて無責任に生きる。あなたといるとこのね5のペンタクル、本当に大切なもの、価値を見失ってしまう。
あなたがこういう様になる姿、その姿を見たくないのかもしれないね。こんな状態になるんだったらもう自分はね、もう何もかも捨てて自由になりたいんだ。まあだけどど真ん中に来てるから、あの人はあなたとどうなりたいのか、まあ一番強いよね、これがね。お前との関係が寂しいものになるくらいだったら俺は去るぜって言ったような感じかもしれない。もしくはね、一般的な幸せ、絵に描いたような平凡な家庭の幸せみたいなもの、本当は似合わない人だったかもしれないよね。あなたと出会うことでちょっとこの方の価値観が変わったんだけど、またちょっと風来坊みたいな、もともと持ってるその資質みたいなものが出てきちゃう。そういうオフビートなノリを持ってる方かもしれない。型にはまりたくない、アウトローのようなね。なんかそんな感じもするな。このね、土台のカードがいいだけに、この2枚がね、かなり逆になんか強く出てるね。まあだけどね、愛されたいと思ってる。愛されたいと思ってんだよ。ただひょっとしたら現時点でお二人の関係性は終わってしまってるかもしれない。あなたが何度も何度も投げかけた問いに結局一つも答えてくれなくなってしまう。またもともとそういう人で一旦ちょっと良かったんだけど、またそうなってしまう。過去対抗的、極端に楽観的になるための原動力を持っている。つまり悲観論者、ニヒリスト、悲しいことがあってもね、素直に表さない人かもしれない。そもそもね、極力心を動かさないようにする人かもしれない。表情だけじゃなくて。自重するような笑いに変換することで生きる力に変えてしまう人かもしれない。あなたとの関係性におけるその苦しみっていうのを素直に受け止められない人かもしれないね。だからあなたがね、ストレートにポジティブな人だったら、この方の心のね、メカニズムを理解するのは難しいかもしれないね。あなたが愛していることもね、自分が愛していることも分かっているけど、もうね、心を動かしたくないね。だから本当は好きなんだけど、自分のね、気持ちを揺さぶられるぐらいなら別れてもいいって思っちゃう人かもしれない。もったいないね。このだからハイロファントはね、お叱りの競技かもしれないよ。このザ・フール、おバカさんなこの方に対する。長いお付き合いになると晩年伸びる愛のあり方を築ける人かもしれない。今はちょっとニヒリスト気取っちゃってるのかもしれない。でもこの方がね、自分は平気だよっていう態度を見せると、もうあなたもね、次の恋向かっちゃうかな。
この5のペンタクルに向けて似たようなカードが2枚出てきてる。伝えたいことがいっぱいあるよって。この方とやっぱりあなたは共有したいんじゃない？気持ちを。この状態になってしまったことはいい。だけどこの気持ちをなんで共感してくんないのって。あなたの気持ちが知りたいっていうメッセージがとっても降りてくるね。私はね、逃げも隠れもしないわと。なんであなたフールになっちゃってんのって。あるいはなんか今の時代背景を感じるとちょっと何かエッジの立った動きに出るのかもしれないよね。こんなね追い詰められた状態になっちゃったら。だからこの方のことをあなたが心配してるかもしれない。本当に風来坊、トゲトゲしい風来坊になっちゃうんじゃないか。今またなんか本当なんか政治活動が活発になってるもんね。立花氏がやられちゃったじゃない。逆に言えば今までやられなかったというのが奇跡かもしれないけどね。シューンとしちゃってね、この困窮から来るこのザ・フール状態、危険な崖っぷち。あなたは気持ちをやっぱり交わしたいと思ってんじゃないかな。だからこれ以上気持ちが交わせられないんだったら、あなたも愛想つかして去るんじゃないかな。あれちょっと待って、恋人？一瞬なんか黒い絵だからデビルかなと思ったけど、恋人だね。この方を追いかけてく。私この人となら辛い状況になっても構わない、その覚悟はできている。このハイロファントはそんなあなたに対するね説教かもしれないね、教義かもしれない。あるいは私がさっき読んだように次の恋人っていう、ただ最初出した時そんな感じがしなかったけど、やっぱりそれでもあなたはこの方にやっぱ、ついていくっていうか、あなたがリードしてるかもしれないけど、一緒にいたいっていうことかもしれないね。ただね、真ん中にフールが来てるから、この方は、何度かあなたの期待に応えたんだろうけど、もう一回元に戻っちゃうよと、戻りたいっていうのが今の気持ちかもしれない。ただこの最後の恋人を見るとあなたの思いが届いてとどまるかもしれないね。